なんか今この畑を見歩いていて、この端っこ、畑の端っこに生えてるの、これニラですよね。なんかこそうでれ、すね。バンカープランツかなんかで植えてるんですかね。いやまあ武井さんのことなんで売ってると思うんですけど、これが商品になるんですか。そうおそらく花ニラ花ニラっていうんですか。花ニラですね。ものとしては普通のニラですよね。どうなんだろう、こういうとこ売ってんじゃないですかね。違うかな。かっこいいですよね、こういうのね。まあなんかかっこいいだろってすごく言われそうな気がしますね。そうだよね。これはね、多分、武井さんは何か意図があって植えてるんですよね。こうね、食べて辛いだとか、はい、なんかそういった風にパッと思っちゃうんだけれども、はい、武井さんはそう思わせないような伝え方とか、伝え方、そう提案がすごいんですよね。なるほど。だからそれだけ自分でも食べてるし、はい、勉強しなきゃいけないのでよく食べに行くんですよ、レストランとかに。月に、18回ぐらい行きます18回から20回ぐらい。いろいろこう食べにも行ってるし、はい、だからその最前線を知ってるからこその提案ができて、自分もねこれちょっとこう作るのは別にね簡単っちゃいっちゃあれな、簡単じゃないんだけど、難しいんだけど、作るのはね正直頑張れば誰でもできるんだけれども、それをちゃんと価値を売るっていうところが難しいんですよね。なるほど。まあそういう表面だったところは、抜きにして実際どうなんですか。実際ね、いやでもすごいですよ。もう単位面積あたりの売り上げは、多分相当群を抜いてると思いますし、効率的ですよね。そういうのを柴貝さんは真似られたりとか、そういうのはあるんですか。真似してたんですけど、真似できないんですよ。真似できない。意外と。それはどの部分が真似できないんですか。なんかもう武井さんだからこその売り方じゃないですか。で武井さんだからこその売り先なので、勝手にそれを真似しようと思えば、自分ちょっと器用な方なんで、真似できちゃうんですけど、真似できちゃうんだけど、でもね全部同じようにいかないんですよ。同じようにいかない。最後の価値を感じてくれる価値の作り方っていうのが抜群に上手なので、なかなかそのお客さんのところまではたどり着かないということですね。武井さんを見つけて6年目ですごいいろいろ盗んではいるんですけど、未だに追いつけないです。追いつけないですね。残念ながら。なるほど。盗んでることはバレてないんですよね、まだ。こっそり盗んでますけどね。なるほど。でもなかなか同じようにいかないですね。できないんですね。大丈夫ですか、この2人聞いて、君こっちでしょ。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。